しゃ来た。やっぱホバストですわ。よいしょ。よっしゃ。よっしゃ、でかいでかいでかい。よいしょ。よっしゃ。食ったやん。嘘やん。ホバストですわ。はい、おはようございます。今回のキムケンスタイルは霞ヶ原水系です。実はキムケンスタイル初の霞水系ちゃうかなと思うんですが、実はおかっぱりで霞くんの何気に久々です。ちょっと今にあった新しい釣り方っていうのを見つけていければいいかなと思います。頑張ります。流入河川はマストです。はい、いつもこれです。波入ってきてるやん。ここはみんな大好き北浦の流入河川です。ここ石畳水中にあるんで、ちょっとトップやるにはもう時間帯遅いかもしれないですけど、とりあえず舐めてかかるいつものキムケンスタイルです。お、バスいたやん、バスいたやん。ちょっと動かないで。こいつ多分ゼロで寄ってきたな。ちっちゃいけど、やっぱここいるな。実はね、朝飯食うたりなんやかんやしてたら家に朝一チャンスを逃してますよね。40のインフィニにバックスライド、グライダーでもいいんですけど、ちょっとボリュームちょっとだけ小さいのがいいんで、このクリーチャーホッグでバックスライドセッティングやってみます。まだバックスライドでこのまま使ったことないんですけど、フィッシングしようとき水槽で泳がしてたら、おめっちゃええやんみたいな動きやったんで、適当に真ん中から刺してこうやな、こうやな、でこうやな、針目いっぱい大きくこういう感じですね。でそれもいいんですけど、これね、これ釣りのゴミは多分足元、悪意はないと思うんですけど、その後気づいた人は拾いましょう。ということで釣りに戻ります。これしかおらんかな、ここ。お、こいが見た。もうここについてないんちゃうかな。めっちゃスライドするやん、これ。こっちについてたかな。あいつどっか行ったな。多少トップで意識を上に上げた方がいいかもしれない。これはおいおいということで、思いのほか流れ出てるわ。もう一回ゼロロ。さっきのやつの感じ見てるとね、水面見とったんですよ。それで気になって寄ってきたぐらいなんで出てまうかもしれない。ちょっとここだけグッて朝なるみたいな石畳系は上で反応させやすいかと思うので、火は引いた方がいいな。もうちょバスおるやん、おるやん、おるね。これ引き出すと動き出すな。あわよくば、あわよくばってくれへんかな。OK、とりあえずイケイケのやつだけ探します。ラインをねつけないように引く。普段ナイロンでやってるんですけど、今日は竿一本で回りたいんでフロロ20です。オルトロスの
まあガチで今日トップしかやらんよみたいな時やったらナイロン30でいくんですけど、これでキリケンスタイルは標準セッティングなので、やっぱり20本台とグライダーが気持ちいい。でこのピアスフックの50なんですけど、パワーグライダーでね、まあ、プラスを伸ばしてもいいんですけど、ノーバルのスプリングをこうグッて押し付けてボックスとかに食いつきよくするんですよ。であまり食いつき良すぎると今度フッキング時にワームずれへんじゃないですか。フルパワーでパシコーンフッキングしたら魚食うてなくてもワームずれるぐらいっていうのがちょうどいいです、僕的に。どう考えても夏っすよね、このサウンド。秋放映されてもみたいな。小石かいいね。なんか今時のつるしはもうこうじゃないみたいなことを関谷さん言うたはったけど、水につけずにって言うたはりました。つるしをこうらしいですよ、最近のスタイル。まだ多分そこまでのステージじゃないと思うけど、今はどっか行ったか。あ、いる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 。そこ草見てるわ。あ、気づいた気づいた気づいた。いけいけ。食え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 。あ、クソ失敗しちゃった。嘘やん。下手くそかお前。こいつでかいっすよ。さっき一回食ったんですけど、落とすと逃げるタイプやね。なんもないとこでは多分追い込んでこう。ああ、来た来た来た。こいつね、こいつね、わかります？壁に寄せて、オッケーオッケー、来た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 。来る来る来る。食うた？食うてる食うてる。オッケー、持っていけ持っていけ。もうちょい持っていけ。オッケー。あ、入った。うっせやん。くそ。いや今ね、針まで行ってなかったんですよ。もう一回呼びます。今合わせたらあかん瞬間やって。こいつ結構天才くんです。でかいでしょこいつ。はい、気づいた気づいた気づいた。はいはいはい。おいおいおい。あ、こいつあんま見せすぎたらあかんやつや。ここでこれぐらいでちょっと慣れてきよった。あ、そっち行くな、そっち行くな。うわ、もう一匹来た。もう2匹来た。どないなっとんねんここ。こいつは無視するタイプやろ。こいつ賢いよ。一か八かのボトム展開。ミスったんちゃう？今いらんことした。もぐもぐくんでしたね、完全に。噛むの弱えみたいな。普通にサイト。吊るしでもあかん。ここんな深かったっけ？かったるな。ちょっとルアーチェンジします。バックスライドってどっちかっていうとスライドさしてボンって食うよりかはあれなんですよ、吊るす用途の方が案外多かったりするんですけど、ちょっとストロングにサイキラ145をリップカットしていじり倒してるやつです。その天敵キラキラチューンを施してフロットフックをピアスクワッドに変えてなどなどいろいろやっているものです。まあ、見てる感じボラ入ってきてる感じないですけど、まあ、多分下見てる感じでもないんでイメージとしては見ていてください。こういうイメージ。
ょっと護岸沿いを護岸に当てて、なんか今時でしょ。今時です。トップやるにあれすいかな。バックスライドなんか遠い昔のテクニックですね。久々の霞サウンドだぜ。荒れすぎちゃう。釣り強すぎんちゃう。やり尽くした感あるけどな。あ、なんかおるな、やっぱ水門周りは。うわ、重すぎんちゃうこれ。もうちょい上行きましょう。こっからですわ。ポン言わしてもらう。激カバーで行くしかないですね。あ、今食ってるな。食い損ねてるな。食い切らんか。今パクって聞こえたでしょ。おるおる、この水路おる。食い直せんか。ちょっと待って、一回上げて岸側に落とし直す。あれ食い直せんな、意外と。もう全く見えないところで仕掛けてるんで。あれちょっとだけ置いときますね。こっちでもパフォー言うたし、なんか多分カバーにしっかり突き出してるっすね。でもこれ護岸にかぶってるやつねの根っこに入れなダメなんで、多分手前入れて手前出てきてパフってやつ相当イージーなんですけど、向こう側やったら結構闇に病んでるやつでも食っちゃうんで、そのアプローチしか僕には手がないんです。ボッサボサの奥ね、こういうとこね、ペチャポッチャで寄ってくれるほど甘くないな。うわ、強すぎんちゃう。色変えてみます。よいしょ。ここやったっけ、さっきバフを入れた。出たら出たで言うてください。にやらかしですか。明らかに水ちょろちょろについてるんですけどね、そっからちょろ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 とか、水の動きプラス水の動きみたいなところ。
これよりも至高のテクってこれしかないですよ。最近これらしいです。最近これらしいです。無理俺の釣りでいけるやつだけ釣る。ボラっていうかウグイおったっすからね、さっきウグイですわ。たくそたくそ、こういうことです。これを一撃で入れな。いいやん、今時の霞やんこれ。なんかカバーやなっていう気がするんで買いました、糸。まあ、さっきまでフロロ20やったんですけど、もう P にして、もう一段えぐいとこ行ったろうということで、これねオルトロスの P1 に久々登場バスターク。ちょっとつるしでね、まあ、ちょこちょこやってる時にガバッていけるようにちょっと短めに実は切ってます、いつもこれね。このオルトロスの P1 のすごいところは、ぶっちゃけいつも結構ビビニスイスとかややこしいノット組んでましたけど、パロマノットで十分ケース決まるっす。これだけなんで従来ほどややこしいノット組まなくてよくなったんで、はい、リール入れ替えて簡単に使えるようになりました。ということでちょっと本領発揮しにかかります。壁やがな、のあれや。あ、いいねいいね、いいよ。音でしかわからないレベルのぽさです。あ、いい。釣れそう。こういうのがええね、やっぱ。完璧。水見えへん、完璧。さすがに陸やわ今。またかみたいな、ウグイみたいなおる。ビッグベイトいけんじゃん。なんか今日北浦でもこんなん見たんすよね。ヨロコシでも見たわ。なんかおったな。シェードの中になんかおったな。こんな魚いなくなることあるんだね。ちょい深いレンジなのでクランク巻いちゃいますもん。なんかもうバフとかもええしと思ってガシガシに当てていきます。巻きたい感じのとこ人いっぱいいるんで、ちょっと脳神経入れてみますわ。40のインフィニでペチョンふわーっと落とせる仕様で、こういうね、至って普通の脳神カーリングです。こういう感じ。ホバストですわ。これでお手のホバスト。こういうことですよね。
ちょっとちゃうけどね。食うたらどうする。新しい扉開いてもうたことになりますよ。バストですわ。バスいた。ホバストに反応したんじゃんこれ。ホバストは効くのか彼に。恋に反応してんね。ホバストですわ。無やな。食うてへんこれ。おっしゃった。違う。なんかぬるぬるのやつきた。久々にやってもうた。はい、ちょっとデスロールやめて。完全によっしゃ言うてもうたね。ホバストですわこれ。今流行りの流行ってるやつやってるって言いたいだけ。お、食った。今食ったねマジで。いやあるんじゃんこれほんまに。ホバストですわ。なんかほんまに水面直下でこういうことやりたいんですよ。なんか強すぎず弱すぎず速すぎず遅すぎず、ベイトでホバスト。マジあるんちゃいますこれ。バスだ。ちょっと待って。これはどっち。これどっち。あ、バレた。やっちまった。今日はあれですね、リズムが噛み合わない日でしたですね。ここは落としたいけど。深っ。落としたら思いのほか深いです。これは何や。キャットやな。そこ落としたらキャット祭りになるということが分かってきたよ。食うやつは上で食うと思う。簡単に落としたら帰って釣れへん気がする。家濁り出てんなこれ。そこら辺石畳あるはずなんですよね。水門前やから。これは何や。これはバスか。いや跳ねへんな。おバスや。おっしゃでかい。よっしゃナイス。これはバスですよ。ボトムでストったらよしよっしゃナイス。釣れたでボトムで。ボトムでコリコリしながらパロステール引いてきたら食いましたわ。サイズ。やっと分かってきたよ今のかすみ。はい、ちょっと食わせ方変わってます。新しい引き出しを広げていきます。はい、じゃあもうおかんと測ろう。47ぐらい。口閉じたてで46ぐらいやな。コンクリに魚を置きたくなかったので適当に測りました。46、7。今上流でちょっとホバストに可能性を感じつつ、なんか反応あったんで、結局下がってきたんですけど、ちょっとこっちね水面直下でやるにはちょっと荒れすぎかなと思ったのと、水門の前にガビガビって水中石畳みたいなの入ってるんで、ちょっとそれ当てながら引っ張りたいなっていうことで、ちょっとボトムスレスレ気味を、ホバスト言いたいだけで、実際ボトストみたいな状態ですね。ただ巻きやとどうしても強さが足りひん感じなんで、
ちょっとアクションしながら、こいつね、パルステールの脳進化、水中をホグホグしながら巻いてくる感じですね。ちょっとこれ霞ね、ひょっとしたら強さ合ってるかもしれないです。今まであんまこんなんやってへんかったけど、ジグストはやってたんですけど、ジグストやるには言うて浅すぎるやないですか。そういう状態のとこを脳進化でやってみたらどうだろうという試みです。はい。こうね、ちょっと当て気味でいきたかったら、こう竿を横さばきとかでガシガシやってたらゴーンですわ。ちょっとキャットってきたんで一瞬疑ってましたけどね。この風がおそらく方に作用してるんでしょうね。なんかこれぐらいの、ちょっと今水減り出してるから上の魚より下の魚の方が壊せやすそうですね。今の結構フレッシュな、なんかずっと水路にいる魚っていうよりかはフレッシュな北浦フィッシュな感じやったんで、ひょっとしたら食ってる、おるわ、これ何や、バスやん、またマジかい、連発やんか、嘘やん、この釣りですわ、2本目この釣りですわ。なんか軽いな思ったらこうとったす、これらしいですわ。2本目、こういうのあんのが霞水系のとこですね。今回ですね、ホバストとか言うてますけど、言うたらただの脳進化です。オフセットフックので、ワームはパルステールですね。多分これ僕ぶっちゃけパワーイグラの 3.5 インチでもいいと思うんですよ。ただとにかくシャドーテール系って僕は思ってます。まず一つはある程度テール水受けて、きっちりこう姿勢を保ってくりやすいっていうところ。もう一つは操作感ですね。やっぱどうしてもピンテールやともうスーッときちゃうんで、ベイトダックルでやってると何やってるか分からんようになるんで、結構僕はシャドーテールおすすめです。ほんまになんていうの、スラッグをきっちりピシ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 って出しながら、やっていくっていう意味では、もう正直ね、ジグソーって僕前言ってたじゃないですか。あれでやるのの脳進化バージョンなんで、早話そのままテロテロテロって巻くんでも食わんことはないんですけど、やっぱ今回なんていうの、割とちょっとイレギュラーなアクション入れてやった方が、圧倒的に食ってるっていうのは印象としてもあって、ストライクゾーンが狭い魚であったりとかにはやっぱりスッて引いちゃったらええかって思わせるやつも、例えばある程度こうふかふかしてたら食っちゃうっていうのはホバストの原理と全く一緒だと思います。でなおかつ、オフセットフックを使える、ベイトタックルでやってる時、これ僕すごい重要やと思ってて、例えばおかっぱりの時そんな何本も竿持っていけないじゃないですか。その中でサイトで壊したろうとか、いいカバーあんな、ここはちょっと入れとこうかなとか、もう全部できるんですよ。いろいろできるんで、表現に多様性を持たせるほどなんていうかな、こういうちょっと手探り気味に釣っていく時にすごい有利なんで、僕はこういうオフセットフック仕様、インフィニの40にパルステールっていうこの組み合わせでいってます。でラインはオルトロソ12ポンドですね。でロッドは結構僕今プロタイプの MH 柔らかめ使ってるんですけど、あんまり硬すぎたりとか張りが強すぎると、竿振りづらいんで、やっぱりそこはミドストとかと一緒ですよね。ある程度振るだけでちょっと曲がるぐらいの調子で、コツはジグストと一緒です。本当に竿先以外でルアーを触らない。なんで糸巻きすぎると当然水面ずっと飛んでくるだけなんで、きっちりこう竿しっかり振ってラインをこう暴れさせてやる。で沈めたい時はあえて竿を横に向けて、で沈めてこう岩とかプンって抜いていきたいっていう時は僕は横さばきで、こういう使い分けしてます。完全にこの風止まらんといてほしいな。そこだけキュンって立ってたじゃないですか。上の多分流れとこっちの波がこうブワーンみたいになって、これ多分洗濯機みたいになっとるさ。そこでホバストですわ。売れやったんじゃんこれ。ここや、ほら調子に乗るからやないか。霞で君けん釣ろう思わんかったでしょ。アホみたいにジャバーンやってる思ってたでしょ。
まあ、前半そんなんやったけど割と粗めでしたけど、フィネスに目覚めた。フィネスかこれパターンとしてちゃんとこれを主軸に、これに魚を合わせに行きましょう。風の吹き込み方的にやっぱ向こうの方が良かったな。ちょっと上見に行ってみましょうか。なんかここ上いい感じかも。これ浅すぎるかな。いや今日の傾向やとそんな感じじゃないですよね。水が通ってるとこに行きたがってるはず。ここだ。よっしゃ来た。これバスか。おっしゃバスか。おっしゃおっしゃ。やっぱバストですわ。おおよいしょ。ナイス。イエーイ。やっぱ暑くなってさらに上に行ってますわ。サイズ出ました。もう一発。やっぱ流入出たらでかいですね。素敵。ちょっと涼しくなってきたのでさっと計測した方で、若干まっすぐ47言うてるけど、まあ、46でいいか。46です。はい、ナイスフィッシュでした。今日のほんまにパターンやな。昼から上がってくるっていう。多分ね、午前中ちゃんとこれやってたらもっと釣れてるっすなんか過去の吊るしが楽しすぎてずっとやってましたけども、なんかこれがハマってるっぽいですね。ただ水面直下マジックが炸裂してるのかも。これね、当たりわからないですよ、問題は。これ一応重さこう聞いてるじゃないですか。あれルアーないなみたいな感じで軽なったら一応巻いといた方がいいです。今のも当たりゼロやったんで、スーって軽なっただけだ。流れ弱ってきたかな。ここで流れがギュッて速くなるんで、結局バスからしたらね、流速が速いところの方がベイトに追いつけるチャンスが多いんで、おそらくこの流速が速くなるっていうところでザーンってね追い込むイメージでいると思うんですよね。やっぱホバスとかちょっと上上がっていきます。それはちゃうわ。さっきみたいに荒れてないからもうあかんかな。よっしゃ食った。よっしゃよっしゃ。あくそバレた。やっぱここすごいっす。ここすごいっす。くそやっぱこれ食うっすねすごく食う。ちゃんと合わせたのに今。多分稲子が今メインベイトになってるのも多分これに反応ええ理由やと思うんですけど。くそあかんか。今のは取らなあかんやつでしたね
多分昨日は自分なりにそこそこのクオリティは出せたかなと思ってるんですけど、今日はちょっともっとでかいのを狙いたいってことで、エリアをガラッと変えてきました。昨日北浦エリアの流入河川を中心に来たんですけど、今日は霞ヶ浦系ですね。出たでかいかなって思うようなところを中心にやっていきます。頑張ります。この涼しい時間やったら一発当ってくれるかな。こう水中ガッて朝なってるところ、昨日から僕がキーにしてるの川がグッて朝なるとこね。結局ベイトを追い込もうと思ったら浅いとこになるので、これあれじゃん、朝一やしじゃん。いいねっす。今日終わったな。どんなんやったっけ。夜寝たら忘れました。流れ聞いてんな。流れ込みあるやん。キランって下でいろいろいますせ。まだあれちゃいます。涼しすぎんちゃいます。いた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 。ちょっと待って、しゃがんでしゃがんで。思ったよりシビアやんこの魚。見に来た。ホバストですわ。クソ見に来た。ホバストですわ。ボトムですわ。こいつボトムでもいけそうなリアクションやな。見てる。いけ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 。クソ食うてない。嘘やん。嘘やん。もう完全にいけるぐらいの見方やったけど、こいつボトムですわ。こいつはボトムですわ。これキュッて細くなってるここのボトルネックのとこで餌待ちしてる。あれ失敗したお前。ちょっとロアのシェイプ感を変えてみよう。1日やってみましょう。じゃあ角度です。いきます。自制感めっちゃ一番流心ゾーンを引いてみましょう。もうどう見てもエビにしか見えへんです。足元に来とったかな。
足元に来とった。驚いたぜ。足元におったかな。めっちゃ集中してそこやってたのにいたけど、絶対食わないっすよ。忘れない自信あるっす。そういうタイプでもないの。もう進行方向に投げるっていうね、初級編サイトです。じゃあ2匹がバスで1個は完全恋。ボトストやボトスト。見た見てる。こいつらボトムやな。シャッドかもしれない。意外にスナスナシャッド作戦でいってみる。見た、今一瞬。うせんそんな反応する。めっちゃ見にくれ。シャドウ好きやな。なんか砂もりもりやりまくったら出てくる向こうから。シャドウストスト食うてまうんじゃんこいつ。見るほらシャドウ好きっすわ。ほらなんこのサイト。このシュールなサイト。気になってしゃあないです。シャドウストはなんかおもろいぐらい反応しよるからやってます。なんかスイッチありそうっすよねこいつは。ここだ。どこ行った。ついてきた。だいぶ遠くからついてきた。シャドウストおるよ。シャドウスト。君らの好きなシャドウがあるよ。振り返った。避けた飽きた。このアプローチに飽きたようですね。高速はどう。高速はついてこないですよね。かといってスピナベサイトちゃんこれ。なんもいねえ。久々のおかっぱりで霞ヶ原水系ってことで、手探り要素もすごい強いんですけども、竿って僕持ち歩いても2セットぐらいなんですよ。で、一つは12ポンドを巻いた、MH クラスのロッドに、こういったホバストやったりとか、こういうのを扱えるロッド、最悪ちょっとクランク巻きたいなとかでもこのぐらいの、タックルでいけるかなと。でもう一つは20ポンド、これはこういったゼロとかやれるし、ビッグウェイトも投げれるし、かつガチガチのカバーも打っていけるということで、70XH クラスですね。こういう2本で、組んでいくっていうのが、基本特に夏っていうのは、僕は多いかなと思います。でちょっとフロッグやりたいなっていう時だけは、ガイスプール持ち歩いてもいいし、今回僕はリールごと PE に変えて、使ったりっていう使い分けをしてます。12ポンドと20ポンド、これが今回のメインですね。両方ともフロロのオルトロスです。います。今回初本校。ちょっとね、沖に石積みのあると思わしきエリアです。船では釣ったことあるんですけど、
もうねトップで一撃ドカーンってこうフレッシュな魚を釣ろう思ったらこういうとこしかないかなということでやりに来ました。多分出ないですけど出たらでかいです。これ石積み入ってたっけ。入れるとこほぼないからほぼ流せないですけどね。OK 歩きましょう。うわ石積みいっぱいあるわ。若干水緑いな。これぐらい適度な風が吹いた時の方が僕は釣れる気がする。結構風吹き込むとね酸素濃度激上がりするんですよね。こうでこういってこうですわ。 OK これで食い通る。ナイス食い。 OK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  よし来い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 。カモンカモン。お今出かけてたんちゃうんこれ。何今手前で不安になったで。濃いですねこれは。うわそちゃいますわここ。エビにしか見えへんしもうこれ。エビにもなれるしワカサギにもなれる。それがゼロです。やばいやばいこのコースやばい。オッケーしよう。これ出る。すいませんエビ結構釣れます？見せてもらっていいですか？これ全部手長エビですよね、釣れる時もっと釣れるんですか？こんないるもんなんや。ありがとうございました。こっちは北です。まあ今回ちょっとやっぱりやりながら感じてるのが、今年雨多かったりとかいろいろ梅雨時期が長く続いたりとかでいろいろちょっと例年とバランスが違うなっていうのと、そもそもなんていうかな、僕が知ってたテクニックってもうみんなやってることになっちゃってたんで、ちょっと趣向を変えてみようと、初日の朝のうちは、今までこれ良かったのになここであれみたいなのをやってたんですけど、結果ちょっとアレンジしないと釣れないってことで、去年ぐらいからちょっとうすうす船で釣りしてたりいろいろ超過見てると、ちょっと魚の様子変わってるなっていうイメージだったんですよ。特に最近の霞の魚結構ベイトを追う時結構しっかり追い回してそれこそ追い込んでガバーとかやったりとか、そういうなんていうかアグレッシブな動きっていうのを見て取れるんで、割と横の動きの引き出しっていうのは重要かなと思ってます。自分の中でなかったからホバストがいけんちゃうんと思ってやりだしたっていう、そういう意味合いもありますね。ゼロですわ。もうね、魚見てまう前に釣ってまう作戦です。なんか適当に魚止まれる感じのものたまにあるけど、まあまあな流量やなこれ。こんなとこバスおるん。あれちゃう。ロア強すぎちゃう。お、田舎おるやんここ。バスいたバスいたバスいた。ちょっとストップちょっとストップ。出てた。絶対俺の腕じゃ無理やでこれ。
っしゃ食ったやん。嘘やん。まあまあでかいやん。しかもマジかマジかマジか。よいしょでかっ。マジ僕のサイトの腕でも食いました大きい大きい。はい、びっくり。やっぱね、霞本湖の流入河川の魚なんでごついでしょ。ごついんです。重たいですこいつ。48ですね。はい、かっこいい魚でした。多分あそこのね、ちょっとへこんでるところ、濁りのとこからこっち側に餌探しにピューって出てきたんですよ。多分ゼロ引いてちょっとテンション上がっとったんでしょうね。トップの音で何々みたいな感じで出てきたところに、ちょっと一回枝に軽く吊るして、ここやでプルンコンって具はホバソですわ。ちゃうわ何やったっけ、パルステール。はい、おっしゃ出方すぎませんでした今の。もうまだついてる、まだついてる。ちゃう、ボラや。ボラも周りにいるってことね。今バスでしたよね、完全今のはバスでしたよね。あれ、こいつでバラすってまあまあ珍しいねんけどな。てかその前にフォローでホバソですわ。いや、かかってないんですよ。ああいう触り方めったにないねんけど、やりよったっすね、あいつは。フォローでホバソですわ。よっしゃ、これこいつちょっとそっち行ったか、そっち行ったか。こいつや。おっしゃおっしゃちょっと待ってや。いけるんかお前。おっしゃでかい。はい、フォローベイト、フォローホバストでした。はい、できたらゼロで取りたかったけどまあいいや、嬉しい。はい、できすぎです。やる気くんやってみました。いや、魚いますね。やっぱ流れです。キーは口閉じで47ぐらいやな、47ですね。金券スタイルらしくなってまいりました。すぐ負けとかね、トップで出せとか言われるんですよ。ホバストが一番好きなんやない。鼻からホバストやと取りこぼしありそうやから、これで乗せれんやったらそれでいいし、とりあえずサーチしていきます。流量の多い川ほどやっぱ本湖にも呼び水になっとるから、なんか河口付近こう本湖フラフラして暑いなー言いながら行ってたら、なんか水あるやんっつってフラフラって入ってきてまうんですよね。上積みだけ逆に流れたり止まったりしてるけど、その下にあるちょいサスペンドゾーンはホバストしとるぞ。おっしゃでかい。これはでかいね。これバラしたらあかんやつやで。そっち行くな。これいいで。よいしょ、出たで。やりましたで。やったで。完璧。いややっぱトップで出たら気持ちいいですよ。結構もう餌待ちモードやったんですよね。意外にね、岸際じゃなくてもう出るとき真ん中でベイトを追い回してる。そうでかい。一番長いかもな、この2日間で。よいしょ。
日3釣れた時点であれですよ、かすみが俺に合わせてきたんですよ。かっけえ。おっしゃめちゃめちゃええ出方やんけ。めちゃめちゃええ出方やんけ。おっしゃよっしゃい。シェードに入ってたんや。うい、めちゃめちゃええ出方や。もっとでかいかもですけど、はい、まあ合わせてきたは言い過ぎですけどね多分釣られたことないんちゃうかなこれ。綺麗。いやちょっと短くなったけどヘルシーはヘルシーですねこれ。このクオリティだから前よりねほんまに追ってくれるんですよ魚が。ふーバーンみたいな、この釣れ方大好きです。結構でかいのはやっぱね、あんまりゆっくりルアー見せてまうと見切られる傾向あるから、このスピード感もうこれなんや、ずっと動いてるやん、変な音鳴ってるやん、ボーンですよ。こういう感覚で攻めれるから今のカスミ好きです。すごく寄ってきてくれるパワーのあるルアーやったら。数年ぶりの霞ヶ原水系のおかっぱりやったんですけども、まあ、ちょっと最初過去の思い出を引きずって、まあ、いろいろ今まで良かった釣りばっか試してて全然ダメで、まあ、ホバストでやったりとか、イボクゼロであったりとか、まあ、ちょっと趣向を変えて、まあ、横の動きでアレンジしていって、まあ、なんとか釣れたかなっていう感じです。結構魚もどんどん進化していくんで、まあ、今回本当に改めて来れてよかったなと思ってます。まあ、自分なりのベストは今の引き出しの中ではねベストだったかなと思います。ありがとうございました。